あなたは死を覚悟するほどの自然の脅威を体感したことはありますか？ 1931年3月26日、アメリカコロラド州タウナー近郊。よし、いいぞ。その調子でとにかく体を動かし続けるんだ。私はいつもプレザントヒルスクールへ子供たちを送り届けているバスの運転手。その日の下校途中、私は草原の真ん中に止まったバスの中で20人の子供たちに向かってもう何時間も運動の指示を出し続けていた。ダンスにシャドーボクシング、飛んだり跳ねたり、子供たちがやっていることはごく一般的なレクリエーションに見えるかもしれない。しかしこの状況は明らかに異様なんだ。なぜなら目の前の子供たちはだらっ広い草原のど真ん中に止められたスクールバスに閉じこもり、外には一切出ようとせずに運動を続けている。そしてもう嫌だ、早く帰りたいよ。彼らはみんな今にも泣き出しそうな顔で私の指示に従っていた。ただどれほど子供たちが辛そうに見えてもこの運動をやめさせるわけにはいかない。やめれば彼らの命に関わるからだ。なぜならこのバスはマイナス29度の吹雪の中で一切動かなくなってしまっていたから。極寒の猛吹雪の中、一切動かなくなったスクールバス。車内に閉じ込められた20人の子供たちの運命は果たして、この事故が後世に伝えたものは自然の脅威の中での人間の無力さでした。おさす、俺は今日いろんなものを捨ててきたケンちゃんです。みんなのおすすめ冬ソングを教えてもらえるかしら。私はちなみにヤミコです。もう今日はね、いろいろね捨てて身軽になってきました。今日はそこまで言ったなら全部教えなさい。何を捨ててきた、何ごまかすつもりですよ。またね、教えなさい早く。というわけでね、何を、早速やってまいりましょう。本日はですね、絶望的状況下に立たされた人々を考察するあなたならどうする。本日はですね、マイナス29度の猛吹雪の中、20名を乗せたスクールバスがですね、30時間もの間立ち往生するという、もう考えただけでなんか震えてくるような話なんです。想像したらもちろんガクガクしてくるんだけど、これさ、体験したことないからどんだけ耐えれるかどうかっていうのも想像がつかないわ。大人でも絶対過酷な状況よね、こんなのね。それがしかも子供だなんてどうなっちゃうの？いつもの通学路の途中でこのスクールバスはなぜこんな悲劇に見舞われてしまったんでしょうか。同じ状況に立たされた時、あなたならどうしますか？生死を分ける選択。1931年3月26日、アメリカコロラド州の小さな町タウナー近郊、田舎道をガタガタと音を立てて走っていたのは1台のスクールバス。そのバスが目指しているプレザントヒルスクールは郊外で暮らす子供たちのための学校。スクールバスはいつも牧草地や畑に囲まれた道とも呼べない道を走り、子供たちを送り届けていました。トラックを改造した木製の車体もその優雅な田園風景にはよく似合うもの。そしてその日は冬場にしては16度と暖かく、セーター1枚で上着も羽織らずに登校してくる子供もいるほど、早めの春の訪れを思わせるその気候に子供たちもいつもよりウキウキした様子に見えていました。しかし、おや、ちょっと雲行きが怪しくなってきたな。そう言って運転席から空を見上げたのは、近隣で農場を経営しながらこのバスの運転手を務める男性カール・ミラー。先ほどまで穏やかだったその空はすでに黒い雲に覆われ始めていました。薄着で出かけてくる子供がいたくらい暖かかったのに、そんな天気が急変することなんてあるの？実はね、コロラド州っていうのはですね、山岳やね、丘陵地帯がめちゃくちゃ多くて、天気が変わりやすいんですよ。ただね、この日の天気の荒れようは現地のね、大人たちも予想外のものだったんです。その後、20人の子供を乗せ学校へ到着したスクールバス。その直後のことでした。カールさん、今すぐ子供たちを自宅に送り返してください。この後、猛吹雪になるみたいなんです。バスへ近づくなり、運転手のカールにそう声をかけた教師たち。天気が荒れることはカールも予想していた通りでしたが、彼の思惑は教師とはまた違っていました。雪の中を進むより学校に留まった方が安全じゃないですか。そう、プレザントヒルスクールは郊外に住む子供たちの学校。学校から子供たちの家まで、そして家から家までの距離も離れています。道がろくに舗装されていないことも踏まえて、雪の中のその距離を移動するのはどうにも危険に思えたんです。とはいえ、そのまま子供たちを学校に留めることにもまた問題がありました。学校の暖房設備は小さなストーブが一つあるだけです。吹雪で帰れないなんてことになったら子供たちが耐えられるかどうか。そう言われてはカールも了承せざるを得ず、彼は降りしきる雪の中、またスクールバスを発車させます。この判断が最悪の事態を引き起こすとは、この時はまだ誰も思っていなかったんです。
校に暖房設備がないんだったら確かにちょっと難しい選択よね。学校に残るか帰るかみたいなのって。暖房のね、ない中、学校で夜を越すっていうのも、それはそれでね、危険な選択肢ですよね。結果としてね、家路を急ぐことになった子供たちなんですけれども、自然の脅威はですね、それを許さなかったんです。ホワイトアウト。スクールバスが学校を出発して間もなく、辺りを襲う吹雪は一層その勢いを強めていきました。くそ、これじゃどこを走ってるのかもわからない。眉間にシワを寄せながらそうつぶやいた運転手。カールの目の前はもはや一面真っ白。方向感覚さえ失ってしまうホワイトアウトの状態となっていました。しかしカールは決して車を止めようとはしません。先ほども説明した通り、このスクールバスはトラックを改造し、木製の車体をくっつけたもの。簡素な作りのその車体には暖房器具もなく、後方のガラスは割れ、段ボールで補修しているようなありさま。子供たちが寒さをしのげる設備のないその車内では、吹雪が止むまで様子を見るようなことは不可能だったんです。でもこの視界の悪さじゃ子供たちの家に向かうのはもう無理だ。そう考えたカールは子供たちの自宅ではなく、学校から15分ほどで到着可能な農場へ目的地を変更。慣れ親しんだその土地での自分での感覚を信じ、前が見えない状況でも走り続けることにしました。しかしおかしい、もうとっくについてもいい頃だぞ。猛吹雪に翻弄されたカールは一向に農場へはたどり着けず、そして学校を出発してから30分後、鈍い音を立てて傾いたスクールバス。次の瞬間、このバスは完全にエンストしてしまったんです。その後カールがバスを降りて確認すると、車体は用水路にはまって動かない状態。何度挑戦してもエンジンがかかる気配はなく、カールと20人の子供たちは氷点下29度の吹雪の中で立ち往生を余儀なくされるんです。吹雪の中、右も左も分からなくなってしまったね、スクールバスなんですけれども、ここでね、一つ皆さんに考えてほしいのがですね、同じ状況になった時、いろんなね、行動に出る人っていると思うんですけど、それこそね、あなたならどうしますかっていうのをね、ぜひちょっとコメントで教えていただければと思います。ヤミコさんどうします？それ。むやみやたらになんか動いても体力はさ、消費しちゃうだけだから、誰かが来るまで暖を取るとか、なんか燃やしてそういうことするんじゃない？人によってね、いろんな行動に出るかもしれないんですけど、カールと子供たちはこの寒さに対してどのような行動を取ったんでしょうか？動かなくなったバスの中で何よりも体を温めることが先決と考えた運転手のカール。彼は農場で使っていた牛乳用の大きな缶を持ち出すと、子供たちにこう呼びかけました。いいかみんな、教科書を破ってこの缶の中に入れるんだ。そう、カールは子供たちから集めた教科書の切れ端に火をつけ、それで暖を取ろうと考えたんです。しかし教科書を燃やし始めると同時に、みるみる車内に充満していく黒煙と一斉に咳き込み始める子供たち。車内で火を起こせばその結果は目に見えていました。換気のために窓を開けねばならず、車内の温度はさらに下がってしまいます。また一向に収まらない吹雪に、割れた窓を補修していた段ボールもいつの間にか吹き飛ばされてしまいました。寒いよ。冷気が直接吹き込むようになり、その身をガタガタと震わせる子供たち。この頃には持参していたお弁当も蓋が凍りついて開かないほどの状態となっており、車内には陰鬱としたムードが立ち込めます。なんかどんどん最悪な方向に進んじゃってない？なんかそのうちに誰か亡くなってもおかしくないようなことになっちゃってるじゃないの？そうなんです。残された手段はですね、一つしかなかったんです。火起こしが失敗し、子供たちが暗い表情を見せる中、運転手のカールはバスの中のベンチをせっせと動かしていました。そして車内に広めのスペースを作ると、彼は子供たちに向かってこう言ったんです。みんな、とにかく運動するんだ。体を温めないと死んでしまうぞ。そこから子供たちはカールに習い、ダンスを踊ったりシャドーボクシングをしたり、皆思い思いに体を動かし続けました。そうやってなんとか体温を保つことで、彼らは必死に命をつなぎ止めようとしたんです。その日の晩、バスの車内には自分の妹を膝の上に乗せ、かばうように抱きかかえて眠る少女の姿が。日中体を動かし続け、疲れ果てたその少女の指先は凍りつき、皮膚が剥がれ落ちてしまっていました。子供たちはそんな満身創痍の状態でもどうにか最初の夜を乗り越えたんです。一方、教師や保護者たちは子供たちがこれほどの危機にさらされていることに気づきもしていませんでした。これは学校に電話などの連絡手段がなかったため、教師はすでに子供たちが帰宅していると信じ、保護者は子供たちが学校で待機していると信じ、誰も捜索に動くことはなかったんです。こんな自分から助けに求め行くぐらいのことしないともうどうしようもなくなっちゃうんじゃないの？運転手のカールもね、同じことを考えてはいたんです。そして決断を下そうとしていた一方で、子供たちの体力っていうのは徐々に限界を迎えつつありました。本当の地獄の始まり。
遭難2日目を迎えても吹雪は一向に止む気配を見せず、寒さは増すばかり。次第に終わっていく子供たちを前に、運転手のカールはただただ焦りを募らせていました。このままではみんな凍死してしまう。そして彼は子供たちの方を向き、意を決した様子でこう言ったんです。今から俺が助けを呼んでくる。それまでの間、年長の者は年下の子供たちを守ってやってくれ。1時間後には必ず戻る。無事帰れたらみんなでパンケーキを食べような。気丈に振る舞うカールでしたが、この時の外の吹雪は風速30メートル。立ってもいられないほどの強風が吹きつけるその中に踏み出していくカールの姿に、子供たちはそこはかとない不安を覚えていました。そしてカールの呼びかけも虚しく、この後間もなくして車内で最初の死人が出てしまうんです。亡くなったのは前日の朝の穏やかな気候に油断し、セーター1枚で登校していた少女。当然他の子供たちと防寒具を分け合ったりもしていたのでしょうが、元々の備えがなかった彼女が誰よりも早く体力を奪われてしまうことは明白でした。さらに続けて子供たちの中には次のように訴えるものが現れます。暑い暑い。そう言うと、なんと服を脱ぎ始めた子供たち。彼らはすでに低体温症を発症し始めていました。これなんか聞いたことあるわよ。体温下がりすぎると逆に熱くなるって結構もうやばい状態なんじゃないの？子供たちにはですね、着実に死が近づいていたんです。というわけで本日のメトラキーワード、低体温症について。低体温症とは、体から失われる熱の量が体の熱生産量を上回った際に現れる症状で、深部体温が35度以下まで下がってしまっている状態。例えば急に冷水の中に落ちてしまった場合などには、わずか15分ほどで致命的な症状が現れることがあります。低体温症は軽度では震えが止まらなくなる、思考力が低下し動作が鈍くなるなどの症状が見られ、深刻になると錯乱状態、昏睡状態に陥ることも。最終的に体温が31度以下まで下がると死亡率が急激に高まるとされているんです。また体温を維持しようと熱生産性を高める体の働きによって寒いのに暑いと錯覚し、服を脱ぎ始める矛盾脱衣も低体温症の症状の一つなんです。次々と低体温症の症状に見舞われ、ぐったりと意識を失っていく子供たち。運転手のカールから彼らを守るように言い聞かされていた年長の少年は、彼らを助けようとできる限りの策を考えました。動けない子たちを集めてここに寝かせるんだ。そう言うと気を失った子供たちを横並びに集め、その上に寝転び始めた年長の少年。彼は自分が布団代わりになることでどうにか子供たちの体を温めようとしたんです。すると他の子供たちも年長の少年に従い、重症の子供たちの上に寝転び始めます。しかしもはや彼らは体温で温めてどうにかなる状態ではなくなっていました。子供たちの懸命の努力も虚しく、ここから4人の子供が立て続けに亡くなってしまうんです。このままみんな亡くなっちゃうなんてこと、ならないわよね。だってカールは1時間で戻ってくるって言ってたわけでしょ。確かにね、彼はですね、1時間後に戻るとは言ってたんです。結果としてはね、それより何時間も後のことにはなってしまうんですけど、確かに助けはやってきたんです。それは子供たちが遭難して約33時間後の3月27日夕方5時頃。おい大丈夫か、しっかりしろ。雪をかぶり青白い顔をした子供たちが転がるバスの車内には2人の男性が駆けつけていました。彼らはバスに乗っていた子供たちの父親2人。遭難から1日経ったこの日、彼らが子供たちを学校に迎え行ったところ、遭難の事実が発覚。保護者たちは慌てて捜索を開始し、ようやくこのバスが雪の中で立ち往生しているところを発見したんです。こうして生き残っていた残り15人の子供たちは病院へ搬送され、奇跡的に一命を取り留めることに。しかしここで気になるのは、1時間後に必ず戻ると言い残し助けを呼びに行った運転手カールのこと。バスへ駆けつけた保護者はカールとは全く無関係でした。では彼は一体どうなってしまったんでしょうか。無事に帰れたらみんなでパンケーキを食べような。そう言い残しスクールバスの外へ飛び出したカール。彼は農場があると思われる方向に向かい、吹雪の中を必死に進み続けた。しかし立っているのもやっとの状況の中、農場へたどり着くのは容易ではなかった。くそー、どうすればいいんだ。このままじゃ子供たちが。絶望に打ちひしがれるカール。ただ次の瞬間、彼はその視界にかすかな希望を捉えた。これを伝っていけば農場へたどり着けるぞ。カールの目の前に現れたのは牧草地を取り囲むように設置された有刺鉄線の柵。彼は無我夢中になりながらその柵をつかみ必死に歩みを進めた。氷点下の空気の中、有刺鉄線は無慈悲にも手袋を引き裂き、カールの両手から赤い血が滴り落ちる。しかし彼は構いはしない。これを伝っていけば農場に着けるんだ。そしてついに彼が農場へたどり着くことはなかった。
運転手のカールは生き残った子供たち15人が救出された翌日の3月28日、バスから5キロ離れた場所で凍死体となって発見されたんです。3日後にはこの事故で亡くなった6人の葬儀が開かれ、周辺企業や学校から約1000人が参列、失われた尊い命を忍びました。この事故以降、アメリカの学校では電話の設置が義務付けられ、規定のなかったスクールバスについても視認性向上のため黄色の車体で統一されることに。このようにしながらプレザントヒルの悲劇と呼ばれたこの事故は、現在の学校の連絡通学システムの基盤を生み出す結果を世にもたらしたんです。亡くなった子供たちや運転手のカールの無念を思うとやりきれませんが、この事故を教訓に守られた命は決して少なくないはず。今あるルールが何らかの犠牲の上に生まれていることを忘れずに受け継いでいくこと、それが今を生きる僕らの役目ではないでしょうか。